このレッスンで説明されている内容は、すべて男性と女性の両方に当てはまります。イスラム教における祈りは、男性と女性で行動や言葉に違いはありません。はじめに、イスラム教における祈りの重要性。アルサラームイーライクムワラーマトアッラーワバラカトゥ、リズムアッラーワルハムドリラウイスラタンウイスラマンエアラーラスルアッラーサラーアッラーイーライワサラーム。そしてその後、イスラームにおいて、礼拝、サラートは第二の柱であり、信仰の根幹です。これを正しく行う者は救われ、怠る者は自分自身を責めるしかありません。預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれはこう言いました。審判の日に、しもべが最初に問われるのは礼拝である。もしそれが正しければ、他のすべての行いも正される。もしそれが正しくなければ、他のすべての行いも台無しになる。また、預言者様はこうも言いました。私たちと彼ら、信仰を否定する人々との間の約束は、礼拝である。それを放棄した者は、不信仰となった。そして、預言者様は、どの行いが最も優れていますか、と尋ねられ、礼拝をその最初の時間に行うこと、と答えました。ムスリムは、礼拝を大切にし、おろそかにせず、預言者様が礼拝したのと同じ正しい方法で礼拝を行うべきです。今日、私たちは礼拝の具体的な方法を理論的かつ実践的に説明します。アッラーが私たちを、礼拝を大切にするものにしてくださるよう、祈ります。一日にムスリムに義務付けられている礼拝は、何回でしょうか。アッラー、偉大で崇高なお方は、しもべたちに1日5回の礼拝を義務付けられました。ファジュル行の礼拝、2ラカート。ズフル、正午の礼拝、4ラカート。アスル、午後の礼拝、4ラカート。マグリブ日没の礼拝、3ラカート。イシャー、夜の礼拝、4ラカート。このように、ムスリムは毎日、世俗の仕事に追われる中でも、常にアッラーとつながり、アッラーに祈り、悩みを打ち明けることで、決してアッラーを忘れないようにします。礼拝の有効性のための条件。礼拝の有効性のための条件とは、礼拝が正しいとみなされるために満たされなければならないものです。もしこれらの条件のいずれかが欠けていれば、その礼拝は無効となります。1、時間の開始。学者たちの一致した見解として、礼拝は決められた時間に入る前に有効とはなりません。例えば、アズハーン、礼拝への呼びかけを聞いてアースルの礼拝が始まるまでは、その礼拝を行うことはできません。2、アウラ、覆うべき身体の部分を覆うこと。アウラを露出した状態で礼拝を行う場合、その礼拝は有効ではありません。男性のアウラは、へそと膝の間です。女性のアウラは、礼拝においては顔と手のひらを除いた体全体です。3、正常であること。正常には、2つの種類があります。ハダス、儀式的不浄からの正常、礼拝を行う者は正常でなければなりません。預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれは、あなた方がハダス、不浄な状態であるとき、ウドゥ症状を行うまで、アッラーはあなた方の礼拝を受け入れない、と言いました。この不浄には、性交などの大不浄、グスルという全身沐浴が必要と、包皮などの小不浄、ウドゥが必要があります。ハダスを伴った状態で礼拝を行う場合、学者たちの一致した見解として、その礼拝は有効ではありません。4、ナジャサ、不潔からの正常。もし礼拝を行う者が、不潔なものが付着していることを知りながら、あるいは覚えていながら礼拝を行う場合、その礼拝は有効ではありません。礼拝者は、以下の3つの場所において不潔を避けるべきです。身体、尿や便の残りなど、不潔なものが身体についていないこと。衣服、礼拝で着用する衣服に不潔なものがついていないこと。場所、礼拝する場所、つまり地面に不潔なものがついていないこと。5、キブラ礼拝の方角に向くこと。学者たちの一致した見解として、キブラに向かうことができるにもかかわらず、義務的な礼拝をキブラ以外の方角で行う場合、その礼拝は無効です。礼拝者は、できる限りキブラの方角を確かめるべきです。6、ニーや意図なく礼拝を行う場合、その礼拝は無効です。7、イスラーム教徒であること。ムスリムでない者の礼拝は、彼がイスラームに改宗するまで受け入れられません。8、理智があること。精神に異常がある人は、その行為について責任を問われず、礼拝も義務ではありません。9、成人であること。礼拝は、成人した人に義務付けられます。子供には義務ではありませんが、幼い頃から礼拝を教えるべきです。以上、礼拝の有効性のための9つの条件です。イスラーム教徒であること。理智があること。
聖人であること。ハダス、不浄が取り除かれていること。ナジャサ、不潔が取り除かれていること。アウラ、覆うべき身体の部分が覆われていること。時間が始まっていること。キブラ、礼拝の方角に向いていること。ニーヤ、イト。祈りの柱とは何でしょうか。礼拝の柱とは、礼拝が有効となるために不可欠な言葉と行動です。これらを故意に、あるいは忘れて、あるいは知らずに省略した場合、礼拝は有効ではありません。省略した場合は、その行為に戻ってやり直す必要があります。礼拝の柱、アルカーン・アッサラート。1、立つこと、キヤーム。義務的な礼拝では、立つことができる者は立って行います。立つことができない者には、その義務はありません。2、タクビール・アル・イフラーム。礼拝の始まりに、アッラーフ、アクバル、アッラーは最も偉大なり、ということです。アッラーフアクバル。アルファーティハ、章を読むこと。ビスミッラーヒッラフマニッラヒーム。الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4. ひざまずくことをルクー。最低限、両手で膝に触れることができるくらいまで体を曲げます。最も完全な形は、背中をまっすぐに伸ばし、頭を背中と同じ高さにすることです。5ルクーから立ち上がってまっすぐ立つこと。6サジダ、平服。最も完全な形は、顎、鼻、両手のひら、両膝、そして足の指先を、サジダをする場所にしっかりとつけることです。7サジダから体を起こすこと。8点2つのサジダの間で座ること。9、落ち着き、トゥマーニーナ。角柱において落ち着き、静止することです。音取りがつつくように急いで行ってはなりません。10、最後のタシャッフドのために座ること。11、最後のタシャッフドを読むこと。それは、次の言葉です。التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 12.2 回の挨拶、タスリーム。アッサラームアライクムはラフマトゥッラー。あなた方の上に平安とアッラーの慈悲がありますようにと2回言うことです。السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 13柱を順番通りに行うこと。もし故意にルクーの前にサジダを行った場合、礼拝は無効となります。もしうっかりそうしてしまった場合、ルクーに戻り、それからサジダを行う必要があります。これらの柱のいずれかを忘れた場合、その柱に戻ってやり直さなければなりません。例えば、タクビール・アル・イフラームを忘れてしまい、2回目のラカートでそれに気づいた場合、礼拝をやり直す必要があります。もし、サジダを一度だけして立ち上がり、アルファーティハを読んでいる途中でそれに気づいた場合、そのラカートを中断し、すぐに2つのサジダの間に座り、忘れていたサジダを行ってから、通常通りに礼拝を続けます。そして、最後のタシャッフドの後、サフー、うっかりミスのための2回のサジダを行い、それからタスリームを行います。祈りの義務とは何でしょうか。礼拝の義務ワージバーツ・アッサラートとは、礼拝の義務とは、礼拝の基本的な柱、アルカーンではない、言葉や行動のことです。これらをうっかり忘れてしまった場合、最後のタシャッフドの後に2回のサフー、うっかりミスのための平服、サジダを行うことで補うことができ、礼拝は有効とみなされます。これらをやり直す必要はありません。以下が礼拝の義務です。1工事のタクビール、ルクー、ひざまずく、サジダ、平服、キヤーム、立つなど、姿勢を移行する際に、アッラーフ・アクバルということです。ただし、
礼拝の始まりのタクビール、アルイフラームは、バシラであり、義務ではありません。2、サミアーターフ、リマン、ハミダフということ。これは、イマーム、礼拝を先導する者と単独で礼拝する者のみに当てはまります。سمع الله لمن حمده 3、ラッパナー、ワラカル、ハムドということ。これは、すべての人が言います。ربنا ولك الحمد 4、スブハーナ・ラッピヤル・アズイムということ。ルクー中に1回言います。2回以上はスンナ、推奨される行為です。سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 5、スブハーナ・ラッピヤル・アーラーということ。サジダ中に1回言います。2回以上はスンナです。سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 6、ラッピグフィルリーということ。2つのサジダの間で言います。多くの学者は、これをスンナとみなしています。رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي 7、最初のタシャッフドのために座ること。8、最初のタシャッフドを読むこと。それは、次の言葉です。التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 注意点、礼拝の義務については、学者たちの間で意見の相違があり、多くの学者がこれらをスンナとみなしています。礼拝のスンナ、スンナン・アッサラートとは、礼拝のスンナとは、推奨される言葉や行動のことです。これらをうっかり忘れてしまったり、意図的に行わなかったりしても、礼拝は有効であり、罰せられることはありません。しかし、礼拝をより良いものにし、アッラーに受け入れられるにふさわしいものにするためには、スンナを守るべきです。預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれは、私が見ているように礼拝しなさい、と言いました。ですから、スンナを軽視することなく、できる限り実践することが望ましいです。言葉によるスンナ、スンナンカウリーや、1、開始の祈り、ドゥアー、アルイスティーフターフ、タクビール、アルイフラームの後に唱えます。預言者様から伝わる多くの形式がありますが、最も有名なものは次のものです。سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك に保護を求める言葉、アルイスティアーザ。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3、ビスミッラー、アルバスマラ。ビスミッラーヒ、ラフマーニ、ラヒームと唱えます。بسم الله الرحمن الرحيم 4、アーミーン。スーラ・アルファーティハを読み終えた後に唱えます。آمين 5、他の章を読むこと。スーラ・アルファーティハの後に、クルアーンの他の章やその一部を読みます。6、声を出して読むこと。ジャフル。ファジュル礼拝と、マグリブ及びイシャー礼拝の最初の2ラカートにおいて、イマームと単独で礼拝する者が声を上げて読みます。7、ラッパナー、ワラカル、ハムドゥの後に唱える言葉。ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد 8イル空中の賛美。2回目以降の、スブハーナ・ラッピヤル・アズイムはスンナです。1回目は義務。9サジダ中の賛美。2回目以降の、スブハーナ・ラッピヤル・アーラーはスンナです。1回目は義務。10点2つのサジダの間の言葉。ラッピグフィルリーを2回以上唱えます。1回目は義務。11、最後のタシャッフドの後半と、その後の祈り。اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد そして、この後に以下の祈りを唱えることもスンナです。اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال 礼拝における行動によるスンナ。行動によるスンナとは、礼拝において推奨される身体的な動きのことです。1、タクビール・アルイフラームとともに両手を肩の高さまで上げること。2、ルクー、ひざまずくことに入る際に両手を上げること。3、ルクーから立ち上がる際に両手を上げること。4、右手を左手の上に置き、へそより上、へそより下、または胸の上に置くこと。5、平伏する場所を見つめること。6、立っている時に両足を離すこと。7、ルクー中に、指を広げて両手で膝をつかみ、背中をまっすぐに伸ばし、頭を背中と一直線に保つこと。8、平伏の際に、顎、鼻、手のひら、両膝、そして足の指先をしっかりと地面につけること。
旧平服の際に、上腕を脇腹から離し、腹部を太ももから、太ももをすねから離すこと。また、膝を離し、両足を立てて指先を地面につけ、指を揃えて両手を肩の横に置くこと。10.2 つのサジダの間、及び最初のタシャッフドではイフティラーシュ、左足の上に座るを行い、2回目のタシャッフドではタワッルク、左足を右太ももの下に通して座るを行うこと。11.2 つのサジダの間及びタシャッフドでは、両手の指を揃えて太ももの上に置くこと。ただし、右手の小指と薬指を握り、親指と中指で輪を作り、アッラーを言及する際に人差し指で指し示すこと。12、礼拝の最後の挨拶、タスリームで、頭を右と左に回すこと。なお、これらの行為の一部には、学者たちの間で意見の相違があります。礼拝を無効にするもの。以下は、礼拝を無効にする主な行為です。これらを礼拝中に行った場合、礼拝は無効となり、やり直す必要があります。1、意図的な発言。意識があり、意図的に話した場合、礼拝は無効となります。しかし、うっかり忘れていたり、知らなかったりした場合は無効にはなりません。2、大きな笑い声。大きな笑い声は礼拝を無効にしますが、単なる微笑みは無効にしません。3、飲食。礼拝中に飲食することは、礼拝を無効にします。4、キブラの方向から大きくそれること。キブラ礼拝の方角から大きく方向がずれることは、礼拝を無効にします。5、必要のない、過度で連続した動き。礼拝中の不必要な過剰な動きは、礼拝を無効にします。6、ウドゥ症状が無効になること。包皮のように、ウドゥを無効にする行為は、礼拝も無効にします。7、意図的にアウラ、覆うべき部分を露出すること。意図的なアウラの露出は礼拝を無効にします。ただし、無意識的に露出してしまった場合や、露出した部分がわずかであった場合、あるいはすぐに覆い直した場合は、礼拝は無効になりません。8、礼拝の柱、アルカーンを省略または追加すること。礼拝の基本的な柱を意図的に省略したり、追加したりすることは、礼拝を無効にします。9、礼拝の柱の順番を守らないこと。10、礼拝の義務、ワージブを意図的に省略すること。例えば、最初のタシャッフドを意図的に省略した場合です。これらは祈りを無効にする最も重要な行為です。祈りの最中にこれらのいずれかを行う者は、祈りは無効となり、必ず繰り返して行う必要があります。礼拝の1ラカートを完了するための実践例。まず、キブラ・メッカの方向に向き、ストゥラ・礼拝の目隠しを前に置きます。ストゥラとは、礼拝者の前を誰かが通るのを防ぐための障害物です。ストゥラには、次のようなものが使えます。棒や木片、壁、カバン。ストゥラを置くことは、預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれのスンナ、推奨される行為です。注意点、礼拝をしている人の前を通り過ぎることは許されません。もし誰かがどうしても通る必要がある場合は、礼拝者の閉腹する場所からできるだけ遠ざかるか、その後ろを通るべきです。集団礼拝の場合、集団礼拝では、イマーム、礼拝を先導する者のストゥラが、その後に続くすべての礼拝者のストゥラとみなされます。したがって、ムスリムは、もし必要であれば、イマームの後ろにいる礼拝者たちの前を通っても問題ありません。なぜなら、彼らのストゥラはイマームのストゥラだからです。次に、心の中で、アッラーのためだけに、今からズフル、正午の礼拝、もしくはアスル、午後の礼拝を行うという意図、ニーヤを立てます。意図は言葉にする必要はなく、心の中で決めるだけで十分です。そして、両手を肩の高さまで上げて、アッラーフ、アクバル、アッラーは最も偉大なりと唱えます。これがタクビール・アル・イフラームであり、礼拝の柱の一つです。アッラーフアクバル。それから、右手を左手の上に置いてお腹に当て、閉腹する場所を見つめます。次に、礼拝を開始するための祈り、ドゥアー、アルイスティーフターフを唱えます。سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك。そしてあなたは、タンからの避難所を求める。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم。それから私たちはバスマラを唱え、スーラー・アル・ファティハ全体を唱えます。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. もし声を出して読む礼拝、ジャフリヤで、あなたがイマーム、礼拝の先導者であるならば、大きな声で読みます。しかし、もしあなたが単独で礼拝をするならば、声を出して読むか、静かに読むか、どちらかを選ぶことができます。スーラ・アルファーティハを読んだ後、イマームであっても、信者であっても、全員が、アーミーンと唱えます。アーミーンは、主よ、お聞き届けくださいという意味です。これはスーラ・アルファーティハの一部ではありませんが、この章に祈りが含まれているため、唱えられます。次に、小さな章、またはクルアーンのいずれかの章から数節を読みます。これは最初の2つのラカート、礼拝のサイクルでのスンナ、推奨される行為です。一方で、スーラ・アルファーティハはすべてのラカートにおいて柱、必須の要素です。その後、手を挙げて、アッラーフ・アクバルと唱えながら、ルクー、ひざまずくことに入ります。ルクーの最中には、スブハーナ・ラッピアル・アズイム、偉大なる主よ、あなたは栄光に満ちています、と、1回、3回、あるいは好きな回数だけ唱えます。この唱え言葉は、隣の人に聞こえないほど非常に小さな声で言います。この動画は教育目的のため、聞こえるように発音しています。الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم。 次に、背中がまっすぐになるまで体を起こし、両手を上げて、サミア・アッラーフ・リマン・ハミダフ、アッラーは、彼を賛美する者の言葉を聞いてくださいますと唱えます。これは、イマーム、礼拝を先導する者と単独で礼拝する者のみが言います。その後、全員でラッパナー・ワラカル・ハムドゥ、主よ、あなたにこそすべての賛美がありますと唱え、続けて、ミッラス・サマーワーティ、ワンミルール・アルディ、ワンミルーマー・シータ・ミン・シャイン・バード、天を満たし、地を満たし、そしてあなたが望まれるものを、その後に満たしてくださいと付け加えることもできます。この追加部分はスンナ、推奨される行為です。سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد。 それから、両手を上げずに、アッラーフ・アクバルと唱え、サジダ、平伏に入ります。正しいサジダは、以下の7つの身体部位が地面に触れている状態で行われます。額と鼻、両手、両膝、両足の指先、サジダの最中には、スブハーナ・ラッピアル・アーラー、至高の主よ、あなたは栄光に満ちていますと、1回、3回、あるいは好きな回数だけ唱えます。そして、アッラーに望むことを祈ります。もちろん、神に祈ったり賛美したりするときには、声は非常に低くなります。الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى。 その後、アッラーフ・アクバルと唱えながらサジダから体を起こし、座ります。この時、左足を敷いてその上に座り、右足の指先を立てるのがスンナ、推奨される座り方です。もしこのように座るのが難しければ問題ありません。イスラームは寛容な宗教です。座っている間には、ラッピグフィルリー、主よ、私をお許しくださいと1回、あるいは好きなだけ唱えます。الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي。 そして、アッラーフ・アクバルと唱えながら再びサジダ、平伏に入ります。このサジダでも、最初と同じように、スブハーナ・ラッピアル・アーラー、至高の主よ、あなたは栄光に満ちていますと唱えます。الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى。 その後、アッラーフ・アクバルと唱えながら、手を上げずに立ち上がります。これで最初のラカート、一周期が完了です。2番目のラカート。2番目のラカートでは、ビスミッラーから始め、スーラ・アルファーティハと短い章を読みます。そして、ルクーとサジダなど、最初のラカートと同じことを行います。2回目のサジダを終えた後、アッラーフ・アクバルと唱えながら座ります。タシャッフド、最後の座り。もしこれがファジュル、行の礼拝、つまり2ラカートだけの場合、あなたは最後のタシャッフドのために座り、それを完全に唱えた後、
タスリーム、挨拶をして礼拝を終えます。しかし、もしこれがズフル、正午やアスル、午後のような4ラカートの礼拝、あるいはマグリブ、日没のような3ラカートの礼拝の場合、あなたは最初のタシャッフドのために座ります。最初のタシャッフドでは、人差し指をキブラ、メッカの方向に向けて指し示し、その指を見ながら唱えます。Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. また、タシャフドを唱えるときは、声を非常に低くしなければなりません。3番目のラカートと4番目のラカート。次に、立ち上がって、アッラーフ・アクバルと唱えながら両手を上げます。そして、ビスミッラーを唱え、スーラ・アルファーティハだけを読みます。その後は、これまで説明した通り、ルクーとサジダを行ってラカートを完了させます。4番目のラカートも同様に完了させ、2回目のサジダの後、アッラーフ・アクバルと唱えながら座ります。最後のタシャッフドの座り方。最後のタシャッフドでは、お尻で座り、左足を右足の下に通し、右足を立てます。これは預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれのスンナ、推奨される座り方です。注意点。このスンナは、もし十分なスペースがあり、隣に座っている人に迷惑をかけない場合にのみ言ってください。そして、最後のタシャッフドを唱えます。التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 信仰の最終的な証言の後に祈りを唱えることはスンナです。اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. 次に、頭を右に向けながら、アッサラーム・アライクム・ワラフマトゥッラー、あなた方の上に平安とアッラーの慈悲がありますようにと唱えます。その後、頭を左に向けながら同じ言葉を唱えます。これで、あなたの礼拝は完了です。السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله بها. السلام عليكم ورحمة الله. هذه من أين جاءت؟ لماذا هذه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هذه ليست من الصلاة. هذه ليست صلاة إنما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. 礼拝中に手を肩の高さまで上げる4つの場面。手を上げる動作はスンナ、推奨される行為であり、礼拝中には以下の4つの場面で行います。1、礼拝開始時のタクビールあるイフラーム。2、ルクー、ひざまずくことに入る前、アッラーフ、アクバルと唱えるとき。3、ルクーから体を起こした後、サミアアッラーフ、リマン、ハミダフと唱えるとき。4、最初のタシャッフドの後、3番目のラカート、礼拝のサイクルのために立ち上がる際に、アッラーフ、アクバルと唱えるとき。これら以外では、手を挙げる必要はありません。祈りにおけるよくある間違いについての警告。礼拝におけるよくある間違いの注意点。以下は、礼拝においてよく見られる間違いです。1、手を耳まで上げること。これは間違いです。正しくは、両手を肩の高さまで上げることです。2、両足を開きすぎたり、閉じすぎたりすること。これは間違いです。正しくは、自然な形で立つことです。3、手の位置。右手を左手の上に置いて肘のあたりに置くのは間違いです。正しくは、肘の下の腕の部分に置くことです。4、サジダ、平服中の足の指。平服中に足の指先を地面から離すのは間違いです。正しくは、足の指先が地面に触れていることです。5、特定の座り方。
特定の座り方、文章で描写された方法は禁じられています。6. タシャッフド中の指の動き。タシャッフド中に人差し指を上下左右に動かすのは間違いです。正しくは、指を固定しておくことです。7. タスリーム、礼拝の最後の挨拶。これはよくある間違いです。礼拝者が右に顔を向けて、アッサラーム、アライクムはラフマトゥッラと言った後、左に顔を向ける前に一度前に向き直り、頭を下げることです。これは間違いです。2つのタスリームの間で頭を下げるべきではありません。8. サダカッラーフ、アルアズイムと唱えること。クルアーンを読んだ後に、サダカッラーフ、アルアズイム、偉大なるアッターは真実を語られましたと唱えることは、非常に広まっているビドア、信仰上の逸脱であり、間違いです。9. サイードナを加えること。礼拝のタシャッフドにおいて、ムハンマドという言葉の前に、サイードナ、我らの主人という言葉を加えるのは間違いです。この形式のタシャッフドは存在しません。ただし、礼拝以外で、アッターフンマ、サッリはサッリム、アラー、サイードナー、ムハンマド、ということは問題ありません。10. 唇を動かさずに読むこと。声を出さない礼拝中、クルアーンやジクル、アッターを唱える言葉を読む際に唇を動かさないのは間違いです。正しくは、隣の人に聞こえないほど非常に小さな声であっても、唇を動かすことです。唇を動かさずに胸の中で読むのは間違いです。これらが、礼拝における最も一般的な間違いです。サフー、うっかりミスのための平服、サジダはいつ行いますか？サフーのためのサジダは、以下の場合に行います。礼拝の柱、ルクンをうっかり忘れたり、加えたりした場合、礼拝の義務、ワージブをうっかり忘れた場合、うっかりして、柱や義務を忘れたと確信に近い疑いを抱いた場合、これらの場合、サフーのサジダは2回行い、最後のタシャッフドの後、タスリーム、礼拝の最後の挨拶の前に行います。一方、スンナ推奨される行為を忘れた場合は、サフーのサジダは必要ありません。タスリームの前か、後か。サフーのサジダはタスリームの前に行っても、後に行っても構いません。しかし、預言者様のスンナとして、以下のように行います。礼拝の不足や追加があった場合は、タスリームの前にサジダを行うのが好ましいとされています。礼拝の不足があった後に礼拝を完了させた場合や、気づかずにラカートを追加したことが確信できた場合など、確信に基づいて行う場合は、タスリームの後にサジダを行うのが好ましいです。ルクンとワージブの違い。ルクン、バシラウは、うっかり忘れても、意図的に省略しても取り消すことはできません。もしルクンを忘れた場合、それに立ち戻って行い、それから最後のタシャッフドの後にサフーのサジダを行う必要があります。ワージブ、義務は、うっかり忘れた場合、それに立ち戻る必要はありません。サフーのサジダを行うだけで、その不足は補われます。サフーのサジダの方法。サフーのサジダは、通常の礼拝のサジダと全く同じ方法で行います。サジダの最中に、スブハーナ・ラッピアル・アーラー、至高の主よ。あなたは栄光に満ちています、と唱えます。サジダから体を起こして座り、ラッピグフィルリー、主よ。私をお許しください、と唱えます。そして、再びサジダを行い、スブハーナ・ラッピアル・アーラー、と唱えます。もしタスリームの後にサフーのサジダを行った場合、再度タスリームをする必要があります。ただし、タシャッフドは繰り返す必要はありません。これは、礼拝のルールについての説明のすべてです。アッターが私たちと皆さんの良い行いを受け入れてくださるよう、心から願っています。どうぞ、私のために良い祈りを捧げることを忘れないでください。アッサラーム・アライクム・ワラフマトゥッラーヒ・ワバラカートゥフ。あなた方の上に平安とアッターの慈悲と祝福がありますように。以下に、シェイフ・イブン・バーズ氏、彼にアッターの慈悲がありますようにによる、サフー、うっかりミスのための平服サジダに関する解説を日本語に翻訳しました。サフーのためのサジダは、スンナとしてタスリーム、挨拶の前に行います。なぜなら、これは礼拝の一部だからです。これがスンナです。ただし、二つの例外的な状況があります。1ラカート、礼拝のサイクルが不足した状態で挨拶をしてしまった場合、誰かが1ラカート以上不足した状態で挨拶をしてしまった後に、それを指摘されたり、自分で気づいたりした場合、彼はその礼拝を完了させ、挨拶をします。その後、サフーのサジダを行います。これは、ズール・ヤダインの物語において、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが行ったことと同様です。預言者様は礼拝を完了させ、挨拶をし、それからサフーのサジダを行いました。
これが最も望ましい方法です。しかし、もし挨拶の前にサジダを行ったとしても、それは有効です。ただし、最も望ましいのは、礼拝のラカートが不足した状態で挨拶をした後に、それを完了させ、それからサフーのサジダを行うことです。2、確信に近い推測、ガリブ・ザンに基づいて礼拝を続けた場合、礼拝者が確信に近い推測に基づいて礼拝を続けた場合、サフーのためのサジダは挨拶の後に行うのが最も望ましいです。イブン・マスウードの神聖なハディースには、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれがこう述べたことが記録されています。あなた方のうち、礼拝中に疑念を抱いた者は、正しいと思われる方を選ぶべきである。そして、その礼拝を完了させ、挨拶をしてから、2回の平服を行うべきである。したがって、もし誰かが3ラカートか4ラカートかで疑念を抱き、4ラカートであると確信に近い推測をし、その通りに礼拝を完了させた場合、サジダは挨拶の後に行うのが最も望ましいです。これは、ファジュルやマグリブの礼拝でも同様です。もしファジュル礼拝で、今行っているラカートが最初か2番目かで迷い、2番目であると確信に近い推測をした場合、彼は礼拝を完了させ、挨拶の後にサジダを行います。同様に、マグリブ礼拝で2番目のラカートの後、3番目か2番目かで迷い、3番目であると確信に近い推測をした場合、彼は礼拝を完了させ、挨拶の後にサジダを行います。結論、確信に近い推測に基づいて礼拝を続けた場合、サフーのためのサジダはすべての5つの礼拝において、挨拶の後に行うのが望ましいです。しかし、もし彼が確信に基づき、迷いがなかった場合は、サジダは挨拶の前に行うのが最も望ましいです。挨拶の前に2回の平服を行います。もし彼が確信に近い推測に基づいていながら、挨拶の前にサジダを行ったとしても、問題はありません。